今回はべき級数の収束半径を求めて円周率を計算するという動画のパート3なのだ。パート1、パート2では円周率を求める仕組みについて解説してきたが、今回の動画ではついに実際に円周率を計算するのだ。円周率を求めるために動画を3つも見なきゃいけないって大変ね。まあその分今回の動画は面白いはずなので最後まで見てくれると嬉しいのだ。それでは最初にパート1とパート2の内容をおさらいすると、まずべき級数というのは X に関する多項式の項の数を無限に増やしたもので、シグマ記号を使ってこのように表されるのだ。べき級数は多項式のように X の値によって値が変わるが、無限個の足し算をするので X の値によっては級数が発散してしまうことがあるのだ。ただ収束発散の条件には綺麗な法則があって、べき級数に対して定まる0以上の数 R が存在して、 X の絶対値が R より小さければ収束し、 X の絶対値が R より大きければ発散することが知られているのだ。この R のことをべき級数の収束半径というのだ。 R を境に収束発散がきれいに切り替わるのね。X を実数の範囲で考えると収束半径という名前に違和感があるが、収束発散のこの条件は複素数の範囲でも成り立って、 X が複素平面上の半径 R の円の内側にあるとき収束し、外側にあるとき発散するのだ。そしてパート1の動画では等比級数の収束半径が1であることを使って、べき級数に対して収束半径が存在することと、その計算方法について解説したのだ。収束半径の計算方法は2通りあって、それは等比級数の収束条件である X の絶対値が1より小さいということを別の観点で言い換えることで得られたのだ。1つ目は前の項との比の絶対値が1より小さいというもので、これから収束半径がこの極限に一致することが示されたのだ。この方法は比較的計算が楽なことが多いが、場合によっては極限が存在しないことがあり、その時はこの方法が使えないのだ。2つ目は N 字の項の絶対値の N 乗根が1より小さいというもので、これから収束半径がこれに一致することが示されたのだ。こっちは理論上はいつでも使える方法なのだ。このようにべき級数の係数のある極限を取ると、べき級数の収束半径を求めることができるのだ。ここまでは円周率に関係ない話に思えるが、もし収束半径が円周率に関係する値のべき級数を見つけられれば、この2つを計算することで円周率が求まるのだ。そのようなべき級数の見つけ方を解説したのがパート2の動画で、パート2では正則関数とそのべき級数展開について解説し、正則関数 F が0を中心とする半径 π の円の内部において0にならず、円周上のどこかの点で0になるとき、F 分の1のべき級数展開の収束半径が π であることを示したのだ。F 分の1がべき級数展開できることと円の内側で収束することは正則関数の理論からわかり、F が0になる点では F 分の1が定義できないので、その点でべき級数は発散するのだ。そしてこの条件を満たす F の例として、コサイン2分の Z、E の Z 乗足す1を挙げたのだ。ここまでがパート1、パート2の内容なのだ。そして今回のパート3では、まずこれらの関数が0になる Z を求めることで左の性質を満たすことを示し、その後逆数のべき級数展開を計算し、べき級数の係数から円周率を計算するのだ。まとめると、まず E の Z 乗足す1等の関数が0になる Z を求め、次に逆数のべき級数展開を求め、収束半径を計算することで円周率を計算するのだ。そして最後におまけとして、実はこの円周率の計算方法はゼータ関数というものと少し関わるので、それについての説明をするのだ。それでは最初に E の Z 乗足す1が0になる点を求めていくのだ。さっきから気になってたけど、E の Z 乗ってどんな関数なの？ E の実数上はわかるけど、
複素数上はよくわからないわ。確かにそれは大事なことなので、そこから説明するのだ。まず E の実数上は E という定数を実数上したもので、グラフを書くとこのような形になるのだ。そして原点を中心としたべき級数展開はこのようになることが知られているのだ。この等式は全ての実数に対して成り立つので、べき級数の収束半径は無限大で、よって x を複素数 z に置き換えたこのべき級数も全ての複素数に対して収束し、値が定まるのだ。そして複素数 z に対してこのべき級数の値を対応させる関数を E の z 乗と定義するのだ。 z が実数の時は定義の通り元の指数関数に一致するので、これは指数関数の複素数への拡張と呼ぶにふさわしいのだ。でもべき級数で定義するってことはいちいちべき級数を計算しなきゃいけないの？それって大変そうだわ。いや、そんなことはないのだ。べき級数を計算しなくても E の z 乗の値を計算することができるのだ。まず z を x 足す iy と2つの実数 xy で表すと、指数法則からこのようになるのだ。細かいことを言うと iy が複素数なので、複素数の場合も指数法則が成り立つことを示す必要があるが、一旦認めることとするのだ。するとこの部分はオイラーの公式からこのように表され、 E の z 乗は実数の関数だけで表すことができるのだ。サインもコサインも E の x 乗も全部よく見る関数だから、こう書かれると難しくなさそうね。ちなみにこれを複素平面上の点で表すと、 E の iy 乗は半径1の円周上の点で角度が y であるもので、それの E の x 乗倍なので、原点から E の x 乗離れた点が E の z 乗になるのだ。これで z に対して E の z 乗がどんな値になるか分かったので、さっき飛ばしたこの部分が正しいことを証明するのだ。示すべきことは複素数 g と w に対してこの式が成り立つことだが、二項定理を知っているとそんなに難しくないのだ。右辺を計算すると定義からこのべき級数の積になるが、これはそれぞれの項の次数の和が一定になるもの全ての和を次数の和に関して全て足した値に一致するのだ。そしてこの部分を少し整理してこのようにすると、この部分は二項定理から z 足す w の n 乗に一致するので、置き換えて式を眺めると定義から E の z 足す w に一致するので、これで複素数の場合も指数法則が成り立つことが分かり、 E の z 乗が下の図の通りの値になることが分かったのだ。これで E の z 乗の性質が十分分かったので、この方程式の解、つまり E の z 乗がマイナス1となる z を全て求めるのだ。まず E の z 乗の絶対値を考えると、これは下の図から E の x 乗に一致し、それが1になるので x は0に等しいのだ。すると E の z 乗は E の iy 乗に等しく、オイラーの公式からこれがマイナス1となる y を求めればよいのだ。これは0から 2π の間では y イコール π の時のみ成り立ち、サインとコサインは周期 2π なので n を整数として y がこの値の時に方程式が成り立ち、 z はこれを i 倍したものになるのだ。これで上の方程式の解が求まったのだ。この解を図示すると巨軸上に 2π 間隔でこのように並んでいるので、原点を中心とした半径 π の円を描くと E の z 乗足す1はその円の内部で0でなく、円周上の点 πi とマイナス πi で0となるのだ。これで E の z 乗足す1が冒頭で話した性質を満たすことが分かり、 E の z 乗足す1の逆数の原点を中心としたべき級数展開の収束半径は π となるのだ。次は冒頭でもう一つの例に出したコサイン z が0になる点を求めるのだ。正確には冒頭ではコサイン2分の z を例に挙げたが、計算しやすいのでコサイン z を考えるのだ。コサイン z はさっきと同様にコサインのべき級数展開に複素数を代入したものとして定義されるが、これもさっきのようにべき級数を計算せずに値がわかるのだ。まず複素数 z に対してもオイラーの公式が成り立つことが
実数の場合と同様にべき級数の計算からわかるのだ。ただしサイン Z もべき級数で定義するのだ。そして Z をマイナス Z に置き換えるとコサインマイナス Z はべき級数には偶数字の項しかないのでコサイン Z に等しく、サインマイナス Z は非数字の項しかないのでマイナスサイン Z に等しいのだ。ここでこれらの和を取るとサインの部分が相殺するのでコサイン Z は指数関数を用いてこのように表されるのだ。そして少し変形するとこのようになり、この部分は Z に見合いがかかっていることを除けばさっきと同じなので、コサイン Z が0になるのは2分の π に π の整数倍を足したものになるのだ。ちなみにこの Z は全て実数なので、実数の範囲で考えた場合のコサインが0になる点と一致するのだ。これでコサイン Z は0を中心とする半径2分の π の内部で0でなく、円周上のある点で0になることが分かり、コサイン Z 分の1の原点を中心とするべき級数展開の収束半径が2分の π であることが分かったのだ。これで E の Z 乗足す1とコサイン Z が冒頭で述べた性質を満たすことを確認できたので、次はこれらの逆数のべき級数展開を計算し、その収束半径を求めることで円周率を計算するのだ。まずは E の Z 乗足す1の場合を考えることとし、E の Z 乗足す1分の1のべき級数展開をこのように置いて定数 dn を求めるのだ。まず E の Z 乗足す1のべき級数展開は E の Z 乗のべき級数展開に1足したものであり、これらの積を取るとそれは1になるのだ。そしてこのべき級数の積をもう少し計算すると Z に関して N 字の項はこっちのべき級数の掲示の項とこっちのべき級数の N 掲示の項の和なので、まずこの部分に着目し、左の掲示の項と右の N 掲示の項の積を取ってこのようになるのだ。あとは残りの左の N 字の項と右の0字の項をかけて N 字の項が得られるのだ。よってべき級数の積はこれを0から無限大まで和を取ったものになるのだ。次にこの2つがべき級数として等しいことから各次数の係数が等しいので、この係数は n が0の時 1、n が0でない時は0になるのだ。まず n イコール0の場合を考えると、この部分は 2d0 でこの部分は和を取るものがないため0。よって 2d0 が1であることから d0 は2分の1となるのだ。次に n が0以外の時はこの部分が0になるので dn について整理すると dn はこの値になるのだ。ここでこの部分が n-1 までの和なので dn は d0 から dn-1 までの値を用いて求めることができ、 dn はこの全化式から逐次的に求めることができるのだ。この上の式はもういらないので今求めた全化式に置き換えて dn をいくつか計算してみると次のようになるのだ。0と0じゃない値が交互に並んでるわね。そうなのだ。証明は省略するが、実は n が0以外の偶数の時 dn は常に0になってしまうのだ。そしてこれは円周率の計算にちょっとだけ都合が悪いのだ。収束半径の計算方法の一つは定数の比の極限を計算するものだったが、偶数番目が0になるせいで0と無限大を繰り返して収束しないのだ。じゃあこの方法は使えないの？いや、まだ希望は残っていて、奇数番目だけを考えたこの極限が存在すれば円周率を求めることができるのだ。なぜかというと、この比はこのべき級数の係数の比になるが、このべき級数の収束半径は元のべき級数の収束半径の2乗になるからなのだ。実際これに z をかけ w を z の2乗とするとこのようなべき級数になり、これは0次の項を除いてこのべき級数に一致するのだ。ということはこれらの収束半径は一致し、それはすでに計算した通り円周率に一致するのだ。ここでこっちのべき級数が収束する条件を考えると、
これは G の絶対値が π より小さい時に左辺のべき級数が収束することから収束し、よって W の絶対値が π の2乗より小さい時に収束するのだ。逆に W の絶対値が π の2乗より大きければ発散することが同様に示され、収束半径が π の2乗であることがわかるのだ。となると下の極限は存在すれば π の2乗になるのだ。存在するかどうかはわからないの？それは難しいので後回しにして、とりあえず計算してみるのだ。ちなみに収束半径を求めるもう一つの方法は定数の n 乗根の逆数を取るもので、こっちは特殊な極限の取り方をするもののちゃんと円周率に収束するのだ。ということでこの値とこの値の平方根を計算して円周率が求められるか試してみるのだ。計算するとこんな感じになるのだ。円周率と一致している部分は数字が赤くなっているのだ。左の方はほぼ1桁ずつ求められていそうだけど、右の方は全然ダメそうね。右の方は 3.14 まで求めるだけでも約 n=90 まで計算が必要で、円周率の計算には向いていなさそうなのだ。またこの値が円周率に収束するのかまだ示せていないが、左の結果を見る限り円周率に収束することは疑いようがないと思うのだ。こんな風に特定のべき級数の収束半径を計算することで円周率を求めることができるのだ。厳密に言うとこれらの値と円周率の大小関係を求めないと円周率を求めたとは言えないが、それは難しいので最後のおまけに回すのだ。次はコサイン Z の逆数をべき級数展開して円周率が求まるか試してみるのだ。さっきと同様にコサイン Z 分の1のべき級数展開をこのように置いて、コサイン Z のべき級数展開との積が1であることを使って定数 en を求めていくのだ。まずここが Z の 2n 乗になっていて計算しにくいので W=Z の2乗と置いて、後ろのべき級数はそのまま Z2乗を W に置き換えて、前のべき級数は奇数字と偶数字を分けてこのようにしておくのだ。あとは W に関するべき級数の積を2個計算すればよく、まずこっちの掲示の項とこっちの n 引く掲示の項をかけてこのようになり、次にこっちの掲示の項と後ろの n 引く掲示の項をかけてこのようになるのだ。最後に W を Z2乗に戻して、これでべき級数の積が計算できたのだ。次にこの2つがべき級数として等しいことから定数を比較すると0次の項の係数は1、それ以外の係数は0であることがわかるのだ。そして0次の項の係数はこの部分の n を0として、分子はマイナス1の0乗なので1、分母も0の階乗なので1。ここは A0 なので0次の項の係数は A0 で A0 は1なのだ。n が1以上の時は Z の 2n 乗の係数は0で A2n の係数はさっきと同様に1であることがわかるので A2n について整理するとこのようになるのだ。後ろの級数についても A2k が A2k 足す1に変わっただけなので A1 は0、A2n 足す1はこのようになるのだ。そして和を取る範囲が n-1 までであることから A2n や A2n 足す1はこの全化式から計算していくことができるのだ。さらにこの部分に注目すると偶数番目は偶数番目だけで奇数番目は奇数番目だけで計算することができて、奇数番目については A1 が0なので A3 も0、A1 も A3 も0なので A5 も0というように繰り返して奇数番目は全て0であることがわかるのだ。ということで定数は偶数番目だけ考えればよいのだ。上の式はもういらないのでこの式を残しておいて偶数番目の係数を一応計算しておくとこのようになるのだ。さらにこれらの比の極限はこのべき級数の収束半径が2分の π であることからさっきと同様に収束すればその2乗である4分の π2乗になるのだ。また収束半径のもう一つの計算方法から
この可極限が2分の π に収束するので、これの2倍とこれの平方根の2倍を計算すれば円周率を求められるはずなのだ。実際に計算してみると次のようになるのだ。さっきと同じで左の方は収束が早そうだけど、右の方は収束がだいぶ遅そうね。とは言ってもこの値が円周率に本当に収束するのかまだ分かっていないが、結果を見る限り収束すると思われるのだ。またさっきの結果と合わせると計算結果を見る限りこのような不等式が成り立つと思われ、円周率を上下から評価できるはずなのだ。これを示すのはそんなに簡単ではないと思われるが、ゼータ関数やその一般化を用いるとこの不等式を示すことができるので、最後におまけとして解説するのだ。ここからの話は細かい計算を省略するので、詳しく知りたい場合は概要欄の補足記事を読むことをおすすめするのだ。まずゼータ関数というのは自然数の S 乗の逆数のすべての和を取ったものを S を変数として関数とみなしたもので、素数や円周率と深く関わるものなのだ。そしてゼータ関数はこの関数とも関わりがあって、べき級数展開の係数をこのように置いたとき、ゼータの 2n での値は bn と π を用いて表すことができるのだ。この bn はベルヌーイ数と呼ばれていて、ゼータ関数とともに深く研究されている対象なのだ。ここでさっきのようにこのべき級数の収束半径を求めると、まず e の z 乗引く1が0になるのは 2πi の整数倍だが、 z がかかっているおかげで原点の部分はキャンセルされて0にならず、よって半径 2π の円の内部でべき級数は収束し 2πi で発散することがわかるのだ。よって収束半径は 2π なのだ。一方でこの式を使って収束半径を計算することもできるのだ。収束半径を求めるためにべき級数の係数の比を計算すると、これはゼータ関数の値の比で表すことができ、ゼータ関数の S を無限大にした時の極限は後ろの部分が0に収束することから1に収束するので、ゼータ関数のこの比も1に収束するのだ。よって係数の比は 4π2乗に収束し、収束半径は 2π であることがわかるのだ。またゼータ関数が単調現象であることを用いると、 2n+2 での値よりも 2n での値の方が大きく、よってこのような不等式が成り立つのだ。このようにゼータ関数とべき級数の係数の間に関係があるおかげで、係数の比が収束することや円周率との大小関係が導かれるのだ。ではさっき計算したコサイン z 分の1はどうかというと、これにはゼータ関数に似たこんな関数が存在して、 2n+1 での値が円周率とべき級数の係数で表されるのだ。これから係数の比はこのように表され、ベータ S の無限大への極限が1であることから、この部分が1に収束し、係数の比は4分の π2乗に収束するのだ。さらにベータ S は S に関して単調増加であり、分母の値は分子の値より大きいので、このような不等式が成り立つのだ。これで円周率を下から評価することができるのだ。次に e の z 乗足す1分の1はどうかというと、これもこのような関数が存在して、ラムダの 2n は円周率とべき級数の係数で表されるのだ。これから係数の比がこのように表され、ラムダが1に収束することからこの部分も1に収束し、ラムダが単調現象であることからこの不等式が成り立つのだ。これで円周率を上から評価できるのだ。以上からさっきの計算で円周率を求められることが分かったのだ。ちなみにこのような等式が成り立つ背後には、ゼータ関数を一般化したディリクレの L 関数というものが存在し、ゼータ関数もこのベータも L 関数の一種なのだ。それではこれで今回の動画は終わりなのだ。計算に使ったサンプルプログラムや動画の内容を補足する記事も公開しているので、興味があれば概要欄から見てほしいのだ。
動画が少しでも面白かったと感じた人は高評価、チャンネル登録をお願いします。それではご視聴ありがとうなのだ。また見てね。